私ね、環境はね、すごく関心があってね、レジ袋とかね、今ここね、コンビニなんか言って遅いって、それは。Hi. Hi. In a previous video, we organized a beach cleanup with our friends, and together we created a sustainability-based volunteer group called Fukuoka for Sustainability. NHK World reached out to our group to work together to help raise awareness about sustainability. And so they're sponsoring our group's activities, and we're helping them spread a survey around the world to get people thinking about the issues that we're going to have to face after the virus. There's a link to the survey in the description box in both English and Japanese. Anyone can answer, so if you would like to give your opinion on things, please do. And we're going to go ask a bunch of Japanese people what they think. 出張の会議が不要になりましたね。ああ、なるほど。結構今ウェブで会議ができたりとかするんで、これまでは結構遠くまで出張行って高額な金額かけて行ってましたけど、それがもうほとんどなくなったんですけど、まあそんなにね会議がないわけじゃないんで、仕事面ではそういうものが。いけないことによってデメリットとかはない？もう全くないですね。全くない。なんか美容で行くと、なんかネイルとか毎月めっちゃ行ってたんですけど、なんかもうコロナ明けに行かなくていいかなとかちょっと思いました。結構その後は行く頻度っていうのはやっぱ落ちました。なんかそんなにとか。あとなんかお洋服とか、なんかそういうのも、なんかこう人に会わなくなったら別にいいかな。外食が必要がないかなと思ってて、まあ、家で食事普通にできたから、外で食べる必要がないかなって思いました。調理は誰が？僕。自分でしてたんです。すごいですね。意外と生活必需品以外の買い物、意外と前は欲しいなと思ってたものでも、買いに行こうとか思ってたものでも意外と行けないと、それなりにそんなに必要なかったのかなとか、なんかマスクとかも手に入らなかったりして、生地とかも自分で作ってるんですけど、意外と家の中見てみるといらない生地がいっぱいあったりとか、意外とあるものでできるなっていう。今つけられてるのは自分で作ってます。すごい。僕結構勉強する時もどっか行ってみんなと集まってじゃないとできなかったんですけど、なんかいざそういうのができなくなった時に、なんか自分でまあ気持ち次第なんですけど、家で一人でやる時間が増えて、それこそリモートとかも増えて、なんか場所別になくても自分のある場所でできるんだなと感じました。場所っていうのは具体的には大学とかカフェとかそうですね、公共の場所だったりとか、なるほどっていうのは感じました。通勤手段が今まで公共交通機関を使ってたところを、歩いて行ったりとか自転車で行ったりとかしてるんですけど、公共機関って私が使わなくても動いてるんで、なんかでもゴミとか、なんか不要なものは家にも持ち込まないと、ゴミを増やさないようにとか、タンブラーとか、なるほど。でもなんか結構かさばるからあんま使わなかったりとか、なんかこうそうですね、あんまりできてないかも。前に動画とかで海にゴミが入って動物とかが死んだりしてるのを見て、良くないなと思って、なるべくお店ではビニール袋をもらわないように気をつけてはいますね。それはいつ頃から変えたんですか？1、2年前とかぐらいからですか。私ね、環境はね、すごく関心があってね、レジ袋とかね、今ここね、コンビニなんか言って遅いって、それは。私はね、まだ何にもそんな言ってない時からね、袋持って行ってたの、自分で。そしたらね、やっぱ軽減そうにね、してあったよ、その頃。まだ誰一人持ってくる人いないから。私、環境問題すごくね、もういろんなこと言いたい。だって今でもこのね時期ね、大雨やら降ってほら高やらすごく犠牲が出とうでしょ。人間がしてるのよ、あれは。本当。僕が環境についてまず考え出したのが、それこそ彼女と付き合ってからなんですけど、彼女がベジタリアンで結構環境のこととか考えてるっぽくて、でまず変わったのが
肉を食べることが減ったっていうのと、あとはゴミを捨てることに対しての僕のイメージとか、そういったことは大きく変わりました。良くなるんじゃないですか。現実私の親世代と比べたら、今のこの住む環境だとか、経済の回り方とかいうのはやっぱり良くなってるんで。良くなると思う。あ、そうですか。はい。どういったところで感じますか？自由度があるから。今ってなんか自分次第では例えばいくらでも稼げる時代だし、いくらでも仕事も作り出せるし、昔 YouTuber とかなかったけどね、今って仕事をなんか自分で作り出せる時代だから、その人次第なんだとは思うけど、私は良くなる、絶対良くなると思う。ご自分のお子さんとかもやっぱりもっと良くなっていく思います。その社会的な意味で仕事とかは良くなると思うんですけど、環境とかが昔よりは汚くなったりしてるかなって思います。海とか行ったらなんか親が昔はあんなに綺麗だったのに今は汚くなってるねみたいなこと言うと、昔は綺麗だったんだなって思いますね。便利にはなっているので過ごしやすくはなっていくと思うんですけど、環境問題とかは良くはならないんじゃないですかね。良くなると信じたいですけど、結構難しくなると思ってます。僕の捉え方としては、なんか好きなことができるようになったなっていうのは思ってて、やりたいこと増えて、そして働き方も増えたんで、結構難しい反面、僕は楽しくなるかなっては感じますけど。不十分でしょうね。特に欧米、ヨーロッパとかと比べるとね、もう全然ね足元にも及ばないような感じじゃないですか。それはどういった時に感じられるんですか？今回のレジ袋一つしても遅すぎますよね。詳しいことはあんまりよくわかんないですけど、でもそのエコバッグ化とかも割と遅い方だったと思うので、もうちょっと早くできるのかなとか思うんですけど、僕は不十分だと思いますね。外国が確かもうビニール袋を完全に売らないようにしてると思うんですけど、日本がまだ今有料化になったぐらいだから足りないかなとは思います。一応考えてらっしゃるとは思うんですけど、まだあんまりニュースとか耳にしてないんで不十分かなと思いました。それはやっぱりさっきのフランスと比べてとかどう？いや、なんかどうなんですかね。僕ら自身もフランスだったら結構やっぱデモとか多いじゃないですか。でそれで政府とかもある程度何かしなきゃっていうのになると思うんですけど、あんま日本そういうのないんで、まだ不十分かな。すみません、以上で質問は終了です。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと取材させてもらって、インタビューしてました。インタビューした。ありがとうございます。本当にありがとうございます。おいくつか伺ってもよろしいですか？14です。14ですね。なんでそんなしっかりされてるんですか？本当すごい。だってご飯も自分で作ってるんですよね。たまに普通に作ってます。勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。NHK のプロジェクトを広めるために YouTube を撮らせていただいて、そんな話になってる。もうわけわかる。ありがとうございました。ちなみにお名前は何て言うんですか？ものすごくおとなしいですよね。小梅です。小梅。小梅ちゃんですか？小梅ちゃんです。ごめんね、お邪魔しました。バイバイ。ありがとう。どうも長い時間ありがとうございました。失礼いたします。